여러분 안녕하세요. 모고모고입니다. 今日もリクエストの内容なんですけれども、最近日本って皇族の結婚の問題で、ちょっと大騒ぎになっていますね。現代の韓国は王様がいないので、ちょっと私には結構面白い状況で見ていますが、朝鮮時代には王族がいて、姫様もいたんでしょう。朝鮮時代の姫様はどういった結婚をしたんでしょう。それをちょっと見ていきましょう。じゃあ、まず、次の王になる人を聖者というのは皆さんよくご存知だと思います。そして、聖室から生まれた子供たちは、帝君、そして姫様は公主。側室から生まれた子供たちは、男は君、で、女性は王女と呼ばれたのももちろんご存知だと思います。じゃあ、とにかく、各レベルがあるのは事実なんですけれども、これみんな王様の子供なので、結局みんな王族になります。以前の動画で説明したと思いますが、王族になると、三大王のイーバン王から決めたことなんですが、王族の結婚は必ず官適という試験を通してから選ぶことになっていますよね。ということは、次の王様になる聖座以外にも、王様の子供が結婚するたんびに、朝鮮全国には金婚令が下されたんですよね。かなり大変そうですよね。で、寒天の話は以前の動画で詳しく扱っていますが、今回は姫様の結婚ということで、男の鑑定軽く見ていきましょう。あんまり変わらないので。まず、書類審査がありますね。で、13歳から15歳の男の子の中で、祖父母までの家系図をまずは提出して、問題があったら、とにかく書類で落ちます。で、権力が強い家紋もダメです。以前にも言ったけれども、王族の家族になるということなので、最初から権力まで持っている家紋ですと、王様にまで脅威になる存在の家紋まで成長する可能性があったので、とにかく権力が強い家紋はダメ。もちろん名門家紋とは違うんですけど、で、その後、片親の家庭はダメ。お父さんとかお母さんどっちか亡くなったらダメですね。これもちょっとひどいですね。で、持病持ちもダメ。健康な男の子ということなんですね。それと、王族と同姓はダメ。これも以前の動画で言ったと思いますが、現在の韓国でも、同じ名字はできますけれども、同じ家紋の名字の場合は、法律では結婚できますけど、まだちょっと民間ではとても避けてる話しましたね。なので王族と同じ천주一子はダメです。このような書類を通った場合、その後以前と同じく초간택という最初の鑑定をやって、その後、재간택という2番目の鑑定をやって、最後に3간택という一人を選ぶ鑑定をやってから選ばれますよね。じゃあ、とにかく、ここで一つ疑問は、こういった鑑定を通してまで、お姫様の旦那になりたい人って多かったでしょうか？もう皆さんドラマ見てるとわかると思いますけれども、王様っていつも陰謀、または謀略、暗殺の脅威などがあるのに、そこで巻き込まれて殺されるんじゃないかな。そういった恐れもありますよね。それでも、朝鮮の男性たちは姫様と結婚したかったんでしょうか。いろいろ意見はありますが、私がいろいろ調べたところ、意外とみんな結婚したかったそうですね。じゃあ、その理由をちょっと見ていきましょう。じゃあ、まず、朝鮮のお姫様と結婚したら、その旦那のことをプーマと言いますが、じゃあ今からこれをプーマと言いますね。このプーマになった場合のメリットをまず見ていきましょう。面白いんですが、本人で、そして子孫も王族になります。ここが多分今私が見ている最近の日本と少し違いますよね。じゃあ、つまり、とにかく、公主、王子は王族じゃないんですが、それが結婚したら、その旦那、つまりブーマも王族になるんです。もちろん完全王族よりは準王族扱いだったと思いますが、王族の枠に入ることになりますね。そして、一気に皇位官僚になります。王族の旦那だから、ちょっとしょうもない仕事はダメでしょう。なので、素晴らしいですよ。結婚するだけで、あんなに難しい試験をみんな通ってからやっている、この
종일품。で、または、옹주と結婚した場合も종이품までそのまま無試験でもらったそうですね。ただし、名誉職なんですよ。試験なしでもらってるんで、本当に名前だけ。で、これが逆にいいように考えたら、一緒プー太郎ですよね。つまり、とてもいい仕事をしていて、実際的に仕事はやらなくてもいいし、名誉職なので、給料は同じくもらえるので、とってもいい立場だったと思います。そして、結納金があると思いますが、もう王族なので、桁が違う結納金をもらって、その後、家紋の力も急増加して、そして、さらに、子供たちも孫たちも皇位官僚になりやすいといういろんなメリットがありました。結婚するだけでもう本当に人生が変わる逆シンデレラということなんですよね。ただし、いいことがあるばかりではありませんね。デメリットもちょっとあったんですけど、それも見ていきましょう。さっきの話の反対の話になりますが、家紋が大きくなるということで、家紋の敵が増えるんですよね。もう韓国ドラマ見るとわかると思いますが。で、それと、嫉妬と牽制なども増えるでしょう。実際無能力な人が皇位官僚になれてるんで、周りから嫉妬、牽制ももちろんついてくると思います。で、先ほど名誉職がメリットと言いましたが、例えばの話なんですけど、この男に、このプーマにですね、とても能力があった場合、逆にこれはデメリットなんですよ。能力があるにもかかわらず何もできません。名誉職なんで。つまり同性名誉職というのも考え方によるとデメリットにもなるでしょう。で、王室の監視が続く。これもかなりデメリットだと言えると思いますが、後で詳しくお話ししますが、公主が元気なのか、公主が幸せなのか、ずーっとチェックしてたそうですね。で、これが普通の朝鮮とはちょっと違うものなんですが、側室は禁じるということなんですよね。王族の女性と結婚している以上、他の女性は見るなということでしょう。もちろん例外はあったんだけど、基本的にはダメでしたよ。で、例えば、公主が死別しても再婚は禁止です。結婚している途中とか、最悪、結婚を約束したのに、結婚式を挙げる前に、公主が亡くなった場合も、このブーマはずっと一人で暮らさないといけない。つまり子孫は残せないんですよね。こういったデメリットがあったんです。が、こうやっていろいろ考えると、結局このブーマになりた人たちはどんな人たちでしょう。どっちかと言ったら自分の能力で上まで登れない人、または家紋の後を続かなくてもいい人ぐらいですよね。なので、小さいの勉強に興味がない次男とか三男をこのブーマとして各家紋が入れてたそうですよね。じゃあ、とにかく、こうやって、プーマで選ばれた一人がいるとしましょう。そしたら、この二人は、今から結婚をするはずですが、ここではちょっと時間が必要です。どういうことだというと、じゃあ、まず、先ほど言ったように、姫が、そろそろ結婚しようかなって思って、旦那を探すときは、だいたい11歳から15歳ほどなんですね。で、もちろん旦那もおよそ13歳から15歳ほどで、まだ子供じゃないんですか。で、朝鮮は15歳から大人として扱ったんですよ。なので、姫様が15歳になるまでは、宮で待機するのがルールだったんです。つまり、例えばもう最大2年まで待たないといけないということもあったんでしょう。とにかくこういったデメリットもあったんですけど、とにかく結婚が決まったらですね、その後はとても簡単です。皆さん結婚している方はわかると思いますが、式場の予約とか、各家族の挨拶とか、プレゼントを渡すとか選ぶとか、いろいろ結婚って大変ですよね。でも、この姫様の結婚式に関しては王様がすべて全部やってくれるんですよ。ドラマ、クヘリョンでもちょっとだけ見ることができますが、カレードガンというのが設置されます。これは結婚のコーディネーターですよね。結婚の1から10まで全部この家臣たちがやってくれるんです。なので、実際姫様とブーマは結婚式をするだけでいいということで、意外と楽な面もありました。
じゃあ、今から結婚した後の生活見ていきましょう。とにかく、宮から出て、ブーマのお嫁さんになったことなので、どうでしょう。今からこの姫様の試練のストーリーが始まるんでしょうか。実はですね、逆です。結局、王族なので、この姫様をお嫁として入れた家紋の場合はいつも緊張しないといけなかったそうですね。で、一旦そもそもなんですけれども、基本的には結婚したら旦那のお家に入るというのはもうアジアの基本だったと思いますが、この姫様の場合は最初から王様が屋敷を救ってくれるんですよ。なので、旦那であるプーマのご両親と一緒に住みません。そして、姫が食べる米とか食料、お金とかも全部宮からずっと支給されます。で、そしてですね、この姫様は、私が最近こんな生活をしてますよ。幸せですよ。または、旦那がこうやって私のことをいじめてますよという手紙をしょっちゅう王様に送ってたそうですね。なので、この手紙の内容によって、家紋がどうなるかを決められたので、実際はみんな結構緊張状態で結婚生活をしてたそうですよね。そもそもなんですけれども、姫様は結婚しても王族なので、ちょっと地位が変わるんですよ。どういうことだと言ったら、普段だったら旦那のご両親が一番上で、その後旦那、その後女性というのが、基本的昔の序列関係だったと思いますが、この王族に関しては真逆で、姫様が一番上で、旦那のプマは準王族になるし、そして名誉職ではありますが、皇位官僚になりますので、王族にはちょっと下の立場に行って、で、このプーマのご両親の場合は、もうすでに息子が王族になっていることなので、逆に今から息子に尊敬語を使わないといけないという真逆の立場の生活が続きます。ここだけ聞いてみると、姫様がお嫁に来るだけでも結構大変そうなんですけれども、一旦、朝鮮は儒教の国なので、姫様が調子に乗って暴れた場合は、もちろんお母さんが直々に叱ったりとかする記録も多かったんですよね。つまり、思ったほどそんなに暴れてはしなくて、ただ、王族の姫として品格は維持する感じの生活をしてたそうですね。もちろん、こうやって姫様が怒られた場合、家族全体が緊張するのは仕方ないことだと思いますが、で、朝鮮の姫様は聞いただけでは何もストレスもない幸せな生活を送ったのかと思ったら、歴史の記録を見てみるとそうじゃない姫様もいたんですよね。何人かいたんですが、一番有名な3人ぐらい取り上げてみますと、五代王の文正の娘、경혜공주、後に詳しく言いたいと思いますが、おじさん、7代の世女ですよね。によって旦那も弟も殺された悲しい姫でしたね。そして、11代王の중종の娘、장금우の近いの王様ですよね。の娘の場合は、まさかの旦那が浮気をして、で、この姫様はそれを許したにもかかわらず、旦那はこの姫様が病気の時に王様に報告せず、そのまま殺したという、とても悲劇な姫様もいました。で、朝鮮の末期のラストプリンセス、덕혜王女の話は日本にも有名だと思いますね。朝鮮最後の姫として、お父さんが特撮で殺されたので、いつ自分も特撮されるかという恐れの中、いろんな心配とストレスで精神病まで持つことになるとても大変な人生を送った姫様でしたね。あれこれいろいろ言いましたが、まとめてみますと、とにかく朝鮮の姫様として生まれたら、仕事って何と思うぐらい仕事とは全く関係ない生活をするんですよね。で、それと結婚しても王族は維持。そして生活費は宮からもらい放題。で、個人自宅で豊かな生活を送る。で、旦那も子供も王族扱い。全体的私から見てみたらとっても羨ましいという生活をしてたそうですね。じゃあ、今日はここまでです。
最近、日本の皇族の結婚の、いろいろなことによって、私もちょっと気になって、リクエストもあったので、朝鮮の姫様の結婚生活を調べてみました。日本の場合は、皇族の女性が一般人の男性と結婚したら、もう一般人になるという、そういう話を私は聞いたんですけれども、一旦これもいずれか動画にしたいと思いますが、日本と多分、現在の韓国、昔の朝鮮、結婚の考え方が違うからだと思います。簡単に言いますと、日本は人と人との結婚、韓国は朝鮮からずっと家紋と家紋との結婚なので、こういった違いがあったんじゃないかなと思いますね。それも、後にいずれか時間があったら動画にしたいと思います。じゃあ今日も聞いてくれて진짜 고마워요。 여러분、 안녕。